こんにちは、パンズです。今日は、サムソンノート、使ってて、もう2週間ぐらいかな。これ買ってまだ1ヶ月経ってないんで、えそれでね、ちょっと驚いたことが、たくさんあったんですけど、その中でも、2つ紹介したいと思います。本当はね、3つだったんですけど、1つちょっと動画がうまく撮れてなくて、それでちょっと今回断念しました。次回にやろうかなと思ってます。で、全然関係ないんですけど、全然関係なくはないか。関係あることですよね。全然関係なくはなくて関係あることなんですけど、サムスンカレンダーってあるじゃないですか。ここのウィジェット出てるやつ。これ前紹介したんですけど、まあリマインダー機能ありますよっていう風に言ってたんですけど、そのリマインダーの予定は入れてたんですけど、まだなってなかったんですよね。一つもその予定がまだ来てなくて、それで、今日ね、あるサポートセンターから、問い合わせが来たんですよ。それを入れてたんですよね。午前中なんですけど、それが、で、こいつから来たんじゃなくて、最初に気づいたのが、あれなんですよね、起きてるってこの間紹介した中華メーカーのスマホだったんですよ。で、ギャラクシーじゃないのに、サムソンじゃないのになんでかなと思ったら、なんか Google と連動してるみたいですね。で、Google のリマインダー使ってくるみたいです。こっち、サムスンのリマインダーじゃなくて Google のリマインダーでした。ちょっと驚いちゃって、なんか面白いなって思いましたね。あ、連動してんだと思って。でもなんか本当にすごいね、カレンダーですよね。手書きでもこう書けるし、テキスト入力もできるし、リマインダーも Google と連携してるし、本当にすごいなと思いました。では、サムソンノートの方ですね。とすいません。これさっき書いたやつですね。ですね、こんな風に今、もう結構使ってるんですけど、ですね、一つ目、三つ、三つあるって言ってたじゃないですか。で、ボツになった一つ目は、この設定メニューの中にある、新しいノートのスタイルってやつなんですよ。ここに縦のノートと、ここの無制限スクロールページっていうのがあるんですよね。これ、あの、無限ノートだと思うんですけど、これがですね、できちゃうんですよ、サムソンで。だからメモだったら無限ノートで、ノートはこういうノートみたいな感じでできるんですよね。で、他にテンプレートとかでこうやってマスみたいのとかあるんですけど、こういうのも選べるんですよ。なんか本当はっていうか、最初は、普通のメモノートみたいな感じだと思ってたんですけど、そうではなくて、結構ね、普通、有料のグッドノートとか、ノートシェルフみたいな、結構、有料のノートアプリにあるような機能がですね、あるんですよ。で、表紙みたいのは選べないんですけど、ノートのこの、柄とかね、そういうのできないんですけど、こういう色とかは選べちゃうんですよね。こうやって、こういう、なんかいい色とか使って、選べるんですよ。それで、ここで設定すると、次の、この新規で、ここに新規があるんですけど、新規でやるときに、それが設定したやつが使えるってことですね。こんな感じで。それで、結構いいでしょこういうの。で、それが、こういうのを紹介した、こういうのを紹介と、あと無限の、そのやつを紹介した動画が、ボツになったんで、えっと、次回ね、そっちは紹介します。では、一旦さよなら。えっと、これにです、ここを押すと、
いっぱいメニューが出てくるんですけど、まあ、これを置いといて、ここが、手書きのとこで、それでですね、ここにですね、あ、こっちじゃないや、このクリップの方かな。こっちのクリップの方に、特殊録音ファイルっていうのがあるんですよ。それがですね、こう、喋ってる声とかを録音してくれるやつなんですけど、それが、まあ、普通は多分講義しながら書いてたりするのを、なんていうのかな、そのメモ、まあ、講義のこのノート取ってる時に、なんていうか、それを録音、まあ、先生の、講師の先生とかの声とかを録音するっていう感じで使うもんなんですけど、まあ、これがですね、なんか面白いことに、えっと、まあ、止めますよね、録音を。そしたら、これを一回戻して、で、再生すると、それがですね、こう、喋ってる声とかを録音してくれるやつなんですけど、それか、まあ、普通は多分講義しながら書いてたりするのを、なんていうのかな、そのメモ、まあ、講義のノート取ってる時に、なんていうか、それを録音、まあ、先生の、講師の先生とかの声とかを録音するっていう感じで使うもんなんですけど、まあ、これがですね、なんか面白いことに、えっと、まあ、こんな感じで、なんか、再生してる時に書いたやつが出てきちゃうんですよね。面白いですよね。で、それで、これ日本語教師にいいんじゃないかなとか、まあ日本教師っていうか学校の先生にいいんじゃないかなと思って、自分で作ってみたんですよ。これ何って感じ、何とか何とかって感じですけど、まあ、かとも読みますよね。それを、これってなんか日本人とか、あと、多分日本教師でもこれすごい単純な字なんだけど、書き順って間違えると思うんですよ。僕もね、間違えてたんですよ。あって教えてもらうまで気づかなくて。まあだから、まあ教える時にはね、漢字の書き順とかを、調べると思うんですけど、まあそれで、まあとりあえずね、まあそれは置いといて、まあこう、授業とかで使えるんじゃないかなっていうのをね、えっと、書きながら録音したやつがあるんですけど、それを再生するとこんな感じですね。1、2、3、4、5、6、7、跳ねる。こんな感じになるんですけど、本当はね、こう、書いたやつがね、パッとしか出ないみたいで、こう書いたら、こういうふうに順番になんかね、こう、こう、方向から行くみたいな感じにはならないんですけど、まあでもなんか、面白いから使えるんじゃないかなと思ってます。最後のここもね、自分としてはこうやってやって、跳ねるってやったんですけど、パッと出てきちゃうから、ちょっとね、その辺はダメなんですけど、でもなんか面白い機能だから、これっていいなと思いました。本当学校の先生とか日本語教師にはうってつけじゃないかなと思います。それとですね、で、もう、あとは、ちょっと待ってね。あれ、どんなこと書いたっけな、なんか伝えたいこといっぱいこれ、乱書きでメモしたんですけど、ちょっと待ってね。何があったっけ。えーっと、これですね。図形と自動補正。そうそう、これを、じゃあまたさっきのパンズのパンを。これなんですけど、実はですね、このパーって書いて、
まあ変な顔のやつなんですけど、これをもっとね精密に描けるんですよ実は。ちょっと待って。でこれをやめて、ほらこうなんか止めるだけで形が整うんですよ。すごくないですか？これ多分有料のノートアプリとかじゃないとない機能ですよね。ね、すごいですよね。なんか星とかもいけんのかな。ああ、いけましたね。なんかすごいですね、星ができるなんて。だからなんかこういうのももうすぐになるかな。ああ、まっすぐはいかないな。図形だけだ。じゃあちょっと戻して、いかない。ああ、図形じゃなきゃダメ。あ、そうですね。図形じゃなきゃダメなんですね。だからちょっと楕円とかだとダメなんですね。じゃあこういうのはいけるかな。これはダメか。あ、つなげなきゃダメか。そうですね。つなげなきゃダメみたいですね。でもちょっと驚きましたね。ちょっとこう書いて、とか、ああ、すごいじゃないかってなんかなっちゃったんですよ。いやなんか本当にね、すごいなって、なんかこのノートアプリ半端じゃないなと思いましたね。それでこういうのとかをなんか、なんだろうな、やってみようとか、えっとなんていうのかな、まあとは言ってもなんか自分が使うあれがないとわかんないじゃないかなとか、そういうのとかもね、なんかこのサムスンノートはね、まあパソコンとかでよくある機能なんですけど、こう近づけると出てくるんですよ。テキストモードとかペンモードとか、こうやって蛍光ペンだと消しゴムだと、ああなるほどねって、こう選択とかペンの色とか、こうなんかこう S ペンを近づけるだけでもう何なんだっていうのが分かるんですよ。これだけも、いやなんかよく昔はありましたよね。昔っていうかパソコンとかであるのかな、パソコンとかのソフトとかであるかな、こう近づけるとこう設定とかでね、でこういうチェンチョンチョンとか読むとこうやって出てくるんですよね。ちょっとなんかこうやってなんかまあ近づけてここに何があるかなとかってやるとこうやって出てくるから、だからなんか普通になんかこう説明書とかなくても、これちょっとこれなんだろうなと思ってちょんと押して、例えばこうやってちょんと押して、ああなるほどねとかって感じじゃないですか。面白いなってだからこれ本当使いやすいなって思いましたね。えっとなんだろうな、なんか本当にね、ワクワクするような、ノートアプリじゃないかなと思います。で、無限ノートもね、なんか今度試してみたいと思います。ただ無限だけだと思いますけどね、なんか共有できるとかそういうのは、ホワイトボードの方だけかなとは思うんですけど、でもそういうのもなんか楽しいですよね。だから、iPad だと、なんかこう詳しく説明してくれる人がいるじゃないですか。いるし、みんなが使ってるから、これこうやればこうなるよっていうのがなんかどっかから情報が入ってくるじゃないですか。でもなんかギャラクシーとかだとなんか使ってる人外国の人ばっかりだったりするから、まあ、韓国の人とかね、まあ、韓国の人の動画とか見て、なんかこう YouTube とかでね翻訳とか字幕とか入れるじゃないですか。でもなんか韓国語とかしかないんですよ。だから見てても何言ってるか分かんないんですけど、でもなんかなんかやってんなみたいな感じしかないんですけど、だからなんか何が言いたいかというと、
分かんないっていうのも面白くないですかね。なんか結構こう iPad みたいにこのアプリ使えばこうやって書けるよとか、こういうふうに書くんだよとか、まあ、いっぱい教えてくれる日本人の、ね、YouTuber の方とかブロガーの方とかいらっしゃるけど、まあそういうのない世界もいいかなってちょっと思いましたね。まあでも Galaxy ね結構みんな使い出してきたから、スマホの方はね、だからなんか解説動画とかも増えてきましたけどね。でもなんか割とやっぱり iPad に比べたら少ないんで、えっとなんていうかまあなんかそういう面ではなんか自分で発見できるみたいなとこかな。なんかそれがすごく嬉しくて、そういう楽しみもあるんだなってちょっと思いましたね。それでですね、なんかもう一つ言いたかったんだけど、なんだっけな、忘れた、なんだっけ、なんだっけな、そう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 、あの、アプリですよね。iPad だったらこれがあるのにとか、まあ、例えば僕で言ったらプロクリエイトっていうイラストアプリなんですけど、それがね、まあ Android なくて、で例えば GoodNote っていうノートアプリもまあ Galaxy 使えるんですけど、でも何これっていうぐらいのちょっとびっくりするぐらい機能が少なくて、本当にこのサムソンノートの方がね全然使い勝手がいいんですよ。っていうかこっちの方が全然いいんですよ本当に。だからなんかこの iPad だったらできるのにとか iPhone だったらできるのにとか、そういうのがずっとなんかちょっとモヤモヤしてたんですけど、でもよくよく考えてみると知らないだけで実はいろいろあるんじゃないかなと思ってます。サムスンの純正のそのアプリでこんだけいいんだから、なんか純正だけでねなんか結構満足しちゃってるんですけど、なんかこなんていうのかな、アプリの数はね確か、iOS よりも Android の方が倍くらいあるはずなんですよ。ちょっと前2022年とかだったか2000年だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、なんか記事で見たんですよ。まあその時はね、まあ iPad だったから、まあ最後この Galaxy のまあスマホは Galaxy 使ってましたけど、このタブレットは iPad だったからなんかどうせクソアプリだろうとかそんな感じだったんですけどなんか、ただ知らないだけでねすごいいいアプリとかあるのかなって思って、なんかそういうのもね発見して見つけていくのも楽しいのかなって、なんかあれがないこれがないって言いながら過ごすよりも、なんでしょうね、そうやって、探していろいろ見つけて発見とかできる方がいいのかなってちょっと最近思ってます。ではさよなら。はみ出ちゃったうまくやりたかったんだけどなじゃあさよなら。